ご覧いただきありがとうございます。誠もどきです。今回ご紹介いたしますのはジェンジー所属キャニオン選手のケイン・ジャングルです。ケインはプロシーンではあまり見ることのないチャンピオンですが、キャニオン選手は世界大会でもケインをピックしていたことから得意なピックであると言えるでしょう。次のシーズンでは視界灯の変更でガンクが難しくなるため、地形を無視して移動できるケインは相対的に強くなるのではないかということで練習しているのかもしれません。今回のルーンはこちら。構成的に敵が柔らかいので青ケインに行きます。その場合一般的なルーンは魂の収穫ですが、ケインは影の暗殺者に変身後 W の変化により先制攻撃がとてもしやすいチャンピオンであり、瞬間的なバーストダメージを出すことも得意なため非常にシナジーのあるルーン。さらには今パワーのあるキャッシュバックやトリプルトニック、そしてジャングルはスマイトの関係で宇宙の英知を積みたいというわがままセットを詰めることもポイント。しかし魂の収穫を取ればそれ自体もそうですが、その副産物としてサドンインパクトや貪欲な賞金首狩りなど、ただ攻撃するだけ、キル足を獲得するだけで恩恵を受けられる再現性の高いルーンを選択できますので、そちらの方が安定している択だと言えます。一方でファーストストライクは雑に使って強いルーンではないため、玄人向けのルーンであると言えそうです。もう一つファーストストライクを選ぶ利点を上げるとするのであれば、ケインはよほどのことがない限りアイオニアブーツに行くほどエイストが欲しい生き物ですので、サブパスで映画のヘイストを選択できるのも嬉しいポイントです。それでは試合の方を見ていきましょう。ケインといえば鳥スタート。これは自陣だけではなく敵ジャングルの鳥からスタートするというのもよく見る選択。それをケアするためにジェイスは赤側からスタートし鳥を守りますが、ケインは敵のウルフスタート。これは敵のサポートがニダリーをピックしており、相手としては絶対に序盤から主導権を握っていきたいという選択。まず間違いなく激しいトレードをしながらレーンをプッシュします。それに対してこちらはガンク合わせが強力なボット。狙い通りの展開になりガンクへ。アッシュにキルが入りました。しかしその後ジェイスがミッドガンクを成功させ、こちらのボット側ジャングルに行ったとしても相手のボットが一方的に寄れるタイミングであり、ジェイスにキャンプを食べられているのは確定しているためトップ側に向かいますが、リコールタイミングを逃したボットがジェイスにしばかれ、これでジェイスが3キル持つ展開に。青バフを食べてカニを抑え軽くミッドガンク。フラッシュを吐かせてジェイスが見えました。ジェイスとセレイテッドダーク1本分1000ゴールドものアイテム差があるためジャングルに入ってくるだろうとワードを置き、赤バフへジェイスが案の定侵入してきましたが、見えていたおかげで落ち着いてスマイトで対応。ニダリーも寄せてきているのを見てトップ側へ、ジェイスもトップ側に移動し鳥を食べます。普通ならケインはグロンプを狩る場面ですが、相手のクルーグへ。ジェイスに見つかりあまり隠れませんでしたが、スマイトを使わせました。そしてそのままこちらのジャングルにジェイスが入ってきます。ジェイスの心理を利用します。ジェイスとしてはライズが主導権を握っており、ジャングル間でも1000ゴールド差、さらにはファームルート的にもここから歩くには次のキャンプが遠すぎます。リコールするか敵ジャングルに入るかという場面ですが、ライズが安心してプッシュできる環境を作るためにも敵ジャングルに入ろうと考える場面です。先ほどスマイトを使わせていますので当然グロンプを抑え、ジェイスはランブルが瀕死であることもあり、さらに奥まで侵入してきますが、ミッドレーンではオリアナが先にウェーブを押し寄ってきていました。フラッシュで追撃するジェイスでしたが、最後はケインのキルに。冷静に見ればジェイスが雑なプレーをしているようにも見えますが、ここまでジェイスは自陣のジャングルに入られて3キャンプを食べられ赤バフを奪いに行くも失敗。そしてあろうことか1000ゴールド差がある状態であるにもかかわらずクルーグを盗みにケインが入ってきていました。
ジャングラーであればなめとんちゃうぞと頭に来るのはもはや必然。ライズがこれだけ有利な状態でジャングルに入るもまたしてもスティール失敗。これでおとなしく引き下がれるジャングラーの方が異常でしょう。キャニオン選手がどこまで計算してこのプレーをしたのかは分かりませんが、えげつない立ち回りを見せました。その後順番にファームした後、ブッシュで待ち伏せ。ニダリーを倒したものの1、2交換。しかし変身ゲージはかなり回収できました。その後ミッドカバーに入るもオリアナとレオナが捕まりです。ランブルがフラッシュインでジェイスを捕まえ、グラブを抑えたもののボットではアッシュがです。またしてもアッシュがピンチであるためカバーに走りますが間に合わず、ジェイスがクルーグに入ってきたことで少数戦へ。ジェイスはフラッシュで逃走しますが、フラッシュで追いかけ、ブラストコーンで距離を離される前に R しキル。ニダリーも追い込みオリアナが回収しました。その後リコールしていたところ、シンドラが不自然な動きをしてきたと Q でスキルを避け、舐めた動きをしていたため追いかけてキル。影の暗殺者になり、ジェイスが入ってきますが、ジェイス Q を R でいなしてキル獲得。タワーシージしていたニダリーを倒し、ブルーチームのタワーが破壊されました。ユナラもこの距離から追いかけ回してキル。しばらくしてユナラに戦いを挑み、スマイトから R、Q で再び倒し、ニダリーを追いかけ、シンドラ QE をかわし、ニダリーを倒した後、シンドラ Q を E で回避し、キルまで狙いますがジェイスがカバーに来たことで倒されました。それでもケインはかなり暴れ回っており、活躍しているもののチーム全体で見ればキル差こそありませんが、ファーム差とタワー差によって6000ゴールドほど負けてしまっている状況。何よりも怖いのは6キルを持っている敵ユナラがフェイズ選手であること。その後ヘラルドをめぐって集団戦に。浮いたシンドラをレオナ R から捉え、カニと E で回復しながらチェイス。 WQ でユナラに襲いかかり
R でスキルの CD を待った後、飛び出し AA と Q でダブルキル、フラッシュを切りタワーダメージをもらうまでの猶予を作ることで E の CD を待って回復し、生存することを狙いましたが、わずかに CD が間に合わずです。それでも4-2トレードと大戦果。その後激キモスティールをかましてアタカンを巡っての集団戦へ。味方が戦いやすいようにユナラとシンドラに圧をかけ続け、 WQ でユナラを狙いますがかわされます。ケインが一人孤立するような形になり、アタカンの HP がかなり削れているためスマイトは残しておきたいとなりがちな場面ですが、 W が外れたのを見てすぐさまユナラにスマイト R。 ケインが浮いていると敵陣がギュッと集まったところにランブルとオリアナの R が突き刺さり、ケインはユナラが E を使うまでじっくりと待ち、ブリンクしてから飛び出してキル。4-1トレードに加えてアタカンまで獲得。この集団戦によってファイト前は3000ゴールドほど負けていたゴールド差が1000ゴールド有利というところまでまくりました。敵チームは吐き気を催すほどのクソ構成。いくらペイズ選手がいるとはいえ、13キルを持ったキャニオン選手のケインを前に ADC でキャリーするのは無理ゲーすぎます。あとはキャニオン選手がサクッとゲームを終わらせるだけですのでダイジェストでお送りいたします。いかがでしたでしょうか。キャニオン選手のジャングルはとても美しく勉強になるのですが、その一方であまりにも高度なため、下手に真似をしようとすると変な動きになってしまうこともしばしばです。本当は今回のキャニオン選手のように敵ジャングルに入ったりイレギュラーな動きを織り交ぜながらプレイしたいものですが、どうしても簡単なフルクリアに甘えてしまいがちです。今後もトッププロジャングラーたちのリプレイを見ながら少しずつ強いジャングルを学んでいこうと思います。明日には新シーズンのパッチが入るということで、どんなメタになるのかワクワクしますね。ぜひ新シーズンからもこのチャンネルをよろしくお願いいたします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。大きにご苦労さん。